はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は TRN-TA4 ですね。TA シリーズとして今年の3月頃このチャンネルで TA3 をレビューしていますので、半年ぐらいの短めなスパンで TA4 をリリースしたんですね。TA4 が手に入ったのが最近なんでレビューが遅くなっちゃった。TA4 のレビューの前に TA シリーズを軽く振り返ってみようかな。TA1 からスタートした TA シリーズは最初はタンクボディで MMCX 接続と今とは全然違いスタイルだったんだね。TA シリーズの共通点は BA が Knowles 33518を搭載していることかな。TA1 は価格が3000円台。TA2 でガラッとスタイルが変わって形状がイヤモニタイプ、セミオープン設計、接続も2ピンに Knowles 33518を2機搭載。ここは TA4 と同じだね。TA2 のダイナミックドライバー素材はカーボンナノチューブ。口径は TA1、TA2 ともに 8mm。TA2 の価格は6000円台。ここで TA1 に改良が加えられた TA1MAX のリリースでした。ダイナミックドライバーが 8mm から 10mm になり、ベリリウムコーティングが施され、接続が MMCX から2ピンになり、さらにセミオープン設計に。セミオープン設計といえば別シリーズですが、MT1 の改良モデル MT1 Pro の印象も良かったです。TA1MAX の価格は6000円台。そして TA3。ここでの変化は、ダイナミックドライバーが 10mm ベリリウムコーティングと 6mm チタンコーティングの2機搭載に。BA は Knowles 33518が1機。セミオープン設計ではないね。TA3 の価格は7000円台から8000円ぐらい。と、まあこんな感じかね。TRN Tips を装着した波形比較がこれ。TA3 以外は TRN Tips 発売前のモデルなので測定し直してる。音質については過去動画があるので興味あったらチェックしてみてください。概要欄にリンク貼っておきます。TA4 は今までのモデルのいい過去を集めた感じで TA3 がベースになってるね。シンプルに言えば TA3 に BA が追加、そしてセミオープン設計になった。確かにいいとこ取りしてる感じね。でも TA3 からはあんまり変わってないみたいね。第一印象は私もそう思ったよ。でもセミオープン設計のアドバンテージは大きいとは思ったね。価格の上昇はどの分野でも起きてるから多少あるのと、 TA4 が現時点で TA シリーズのフラッグシップモデルで1万円ぐらい。 Amazon だと最近ちょっと下がったみたい。ありだと1万2000円ぐらいかな。 TA1 の3から4倍ぐらい。 TA3 から見ても結構価格差あるのね。ちょっと躊躇しちゃいそう。一ユーザーとしてはそう思うかもね。買う買わないは一旦置いといて詳細を見ていこうよ。そうね、そうしよう。同梱品はケーブルと交換可能なコネクターは TA3 と同じですが、イヤピの内容がちょっと違って TA4 の方がちょっと上です。TRN Tips は別売だと980円ぐらいで、各サイズ3ペアのセットでしか買えないみたいなので S、M、L でワンペアずつ入っているのがいいです。サイズ、重さは上の通りです。TA3 よりちょっと軽めな TA4 は装着感もちょっとだけ TA3 より圧迫感が減ったかな。片側 2g の違いって持ってみると結構はっきりわかるものですね。ドライバーは TA3 に BA が1個追加になってノズル内に収まってる。10mm と 6mm のダイナミックドライバーの配置も TA3 と同じね。鳴らしやすいのは TA3 で同じ音量で TA4 と 5dB ぐらい差があったよ。では音質面に入りましょう。最初はバンドルされているイヤピ3種の波形比較です。この帯域の変化が大きいですね。I は装着感含め TRN Tips 推しです。次は TRN Tips 装着のシングル波形ね。コンテイのバランスを見るとちょっと小引き寄りに見えるかな。そうだね。実際聞いてもそう感じるんじゃないかな。 TA3 の波形も重ねてみると。へえ、まず低域から低中域がちょっと違うのかな。そう、ここの違い聞いてすぐわかるね。あと TA3 は低域が豊かな割にこの辺りは TA4 ほどじゃない。その辺を意識して聞くと違いがわかりやすいと思うよ。サウンドチェックはこの2モデルなの？いいや、もう一つ参考モデルとして QE イヤーズカルテットをピックアップしてみた。価格はさらに上、チューニングスイッチ付きなので対等な比較にはならないけど、これも 2DD プラス 2BA モデルなんで。というわけでこの3モデルの比較で音質調整は TA3 を基準にしています。今回はその方が TA4 との違いがわかりやすいんだそうです。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
構印象に残っちゃった。カルテットはチューニングスイッチの切り替えで中高域以上をもっと出せるんで、低域だけにフォーカスしたモデルじゃないんだよね。TA3 と TA4 の違いははっきりしていましたね。そうだね。TA3 には低域の厚みがあるよね。いつもなら自分は TA4 のような低域のカーブが好きなんだけど、 TA3 に関してはなんかいいなーって思う。キックやベースの圧の伝わり方がいいですよね。そうなんだよ。 TA4 の低域も悪くないけど、比べちゃうと圧がもう少しあってもいいかなって思う。一方、中高域から高域にかけては TA4 のカーブがいい感じ。低域とのバランスを考えると TA3 も TA4 のような中高域以上のカーブならなーって思う。この大域の出方は TA4 の方が明瞭なので、低域とのバランスも絡んで TA3 より重心はやや高域寄りで、あくまで自然に効いてる印象のセミオープン設計も相まってかなりクリア。あと、この辺の違いって追加された BA で強化されてるのかもしれないね。バランス接続で聞いた時により広い空間を感じられた。環境があるならバランス用のコネクターに付け替えて聞いてみるのもいいかも。この2モデル、音質の好みは分かれそうね。ネガティブに捉えれば TA4 は低域が軽めで高域が出過ぎという見方もできる。何と比較するかで印象は大きく変化するよね。そう思ったんで、ふと思い出して TRN-VX Pro を引っ張り出して聞き比べてみたんだけど、 VX Pro の高域は TA4 とは比較にならないぐらい鋭くて、低域もドンとくる。今波形重ねてるけど、視覚的な情報と実際聞いた感じがマッチしてないってことよね。そうだね。帯域バランスが同じように見えてても聴覚上は同じじゃない。なので VX Pro を基準にすると TA4 は角が取れて柔らかく、より自然な仕上げになっているようで、 VX Pro を気に入っている人には TA3 も TA4 もおとなしい感じだなって思うんじゃないかな。ということはしばらくイヤホン買ってなくて、久しぶりに現行モデルを聞くと以前の印象とだいぶ違うってことになるんですね。そういうケースも多いかもね。これは年ごとにドライバー構成の流行りやチューニングの傾向が変化しているから、どれが正解ってことはないと思う。ただ最近のモデルは感度を下げ気味で無難な感じの傾向のものが多いかな。そんなわけで今どちらも持っていなくて TA3 と TA4 で迷われているなら、音質の傾向の違いはこんな感じなんで参考にしていただければと。 TA4 の方がちょっと高めなのが気になりますけどね。ということで TA シリーズのフラッグシップモデル TRN-TA4 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。